材料の密度を変更する方法を説明します。材料密度は、オブジェクトの質量に関係します。動画内で使用するジェミニのファイルをダウンロードします。ファイル名は、マテリアルデンシティ、レイアウト .vcmx です。ファイルを開くと、ジェミニにシーソーが表示されます。シーソーの上には、同じ形状の2つの円柱があり、同じ質量、同じ密度を持っています。シーソーは、2つの円柱の重さを比較して、左右の傾きで比較結果を表現できる作りになっています。シミュレーションを実行すると、シーソーが右方向に倒れます。ジェミニでは、同じ質量、同じ密度を持っている場合、このファイルの配置だと、プラス Y 軸方向に倒れます。シーソーをマイナス Y 軸方向に倒す方法を説明します。シミュレーションをリセットし、オブジェクトの形状を変更します。右の円柱の大きさを左の円柱よりも小さくします。これにより、右の円柱の質量が左の円柱よりも小さくなります。コンポーネントプロパティでシリンダーハイトを200から50に変更します。シミュレーションを実行すると、シーソーが左方向に倒れることがわかります。2つの円柱の密度が同じ場合でも、右の円柱の質量が小さいので、左方向に倒れます。シリンダーハイトを50から200に戻します。円柱の大きさは変更せず、密度を変更します。左の円柱を選択します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウでシリンダーコライダーナンバー2、ビヘイビア、フィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウの物質密度がデフォルトで 0.2 に設定されています。0.2 という数値は1立方メートルあたり 0.2kg という意味を表します。物質密度を 0.2 から 0.3 に変更します。シミュレーションを実行します。シーソーが左方向に倒れることがわかります。密度を様々な設定に変更していきます。物質密度を水の密度である1000に変更します。シミュレーションを実行します。シーソーが左方向に早く倒れることがわかります。密度や質量の差が大きくなると、シーソーが倒れる速度が速くなります。物質密度をアルミニウムの密度である2700に変更します。シミュレーションを実行します。シーソーが左方向に早く倒れることがわかります。物質密度を鉛の密度である11000に変更します。シミュレーションを実行します。同様の結果が表示されます。右の円柱も同様の物質密度を設定します。右の円柱を選択します。コンポーネントグラフウィンドウでシリンダーコライダーナンバー3、ビヘイビア、フィジックスエンティティを選択します。物質密度を11000に変更します。シミュレーションを実行します。2つの円柱の密度が高すぎるため、針が円柱の重量を支えきれなくなり、床に円柱が落下します。針が支えられる重量の上限は、針や円柱の密度によって変化します。針の密度を上げることによって、2つの円柱を支えることができます。このように 3D ワールドでオブジェクトを扱う場合、密度が与える影響を考慮する必要があります。材料の密度を変更する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。